回水回りのルームツアーのテーマとしては毎日使う場所なので、狭いながらもしっかり収納ができて、かつしまいすぎずに機能的な水回りです。毎日使わないと生きていけない場所だと思うので、全部が全部しまってしまうと結局取り出す手数っていうのが増えて、家事のハードルが上がってしまうっていうのが本末転倒かなと思っているので、このテーマにしました。で、前職で賃貸マンションの設計の経験もあるので、設計して分かったこととかよく聞かれることとかも交えながら、収納グッズをご紹介しながらルームツアーを進めていきたいと思います。ここがキッチンです。理由としては、建築費用の高騰による費用削減案として、キッチンの収納棚の金具の数を減らす努力をしています。で、小さい引き出しを極力減らすことで金具の数が減っていくので、最小限の金具の数とするために大きい扉3枚にしてると考えられます。大きい棚だというのを逆に利用して、ここに調味料を入れてます。醤油とかみりんとか。これはタワーのラックです。こうやって積み上げることによって取り出しやすいですし、場所もかなり節約できます。で、こっちの棚には常温で保存する調味料をここにかけてます。これも100均で買ったフックに、これはセリアかどっかで買ったワイヤーメッシュをかけてここに引っ掛けてます。この大きい棚には配管も通っているので、配管を避けてくれるニトリのラックを購入しました。結局配管をまたいで設置することができなかったんですけど、これは100均で購入したもので、ここにフックがついていて、ここに調理器具を入れ込んでます。カトラリーとか細々したものを入れる場所がなくて、前回のルームツアーを見てくださった方はご存知かなと思うんですけど、この壁一面のウォールシェルフの一部をカトラリー入れに使ってます。この物を置く場所もなければ作業するスペースもこの部分しかないので、これは IKEA のキャスター付きのラックなんですけど、ここで調理とか物を置いたりできるようにもしてます。2人暮らしで食器も少ないんですけど、食洗機を使ってます。できる限り家事はしたくなくて、2人暮らしなのにって夫の反対を押し切って買ったんですけど、夫の方が今は買ってよかったって思ってるらしいです。当然シンクもだって狭いんですよ。なので使ったお皿をすぐ食洗機に入れることができるので、シンクが開くっていうのもすごくメリットかなと思ってます。で、そのおかげでここにネットを設置することができるのもすごいいいなと思っていて、これはマグネットではなくて吸盤でくっついてるので、どこにでもくっつきます。収納が少なかったり、レンジを置く場所、安い暗記を置く場所がないので、追加でラックを購入してます。この上にはこれもタワーのブレッドケースですかね。ここにレンジで、このスライドする棚に炊飯器とケトルを置いてます。で、この下なんですけど、このコーヒー箱がすごいお気に入りで、開いてくれるのがすごくお気に入りです。で、これ脇には、これは確かバリで購入したものなんですけど、これをクリップにくっつけて吊るして、余ったビニール袋とかをここに入れてます。キッチンパネルの裏に鉄板が入っているとマグネットがくっつくんですが、最近の賃貸マンションは安くつくために入っていないことが多いです。ここまで頑張っても調味料や料理器具が全て入らないので、コンロの正面にこれはタワーのラックですね。こう一つずつ取って引っ掛けて別の場所にかけることができるので、カスタマイズもできるし、
こういうもののサイズに合わせて自分なりに収納できるのがいいなと思ってます。油汚れがつきやすいです。なので白じゃなくて黒で正解だったなと思います。そして冷蔵庫横が磁石がくっつくので、これもセリアで購入した小物入れをここに設置して、ここは輪ゴム入れ、こっちは網を入れて、でこれはビニール袋を入れるもの、これも磁石でくっついてます。これもタワーのタオル掛け、結構しっかりしていてびくともしないです。基本的に出しっぱなしにしていても可愛いものを選ぶようにはしていて、でそうすることによっていいことが2つあるんですけど、1つは出しっぱなしなのでこうやってすぐ取りやすい、料理中もこうやってすぐに取りやすいっていうことと、あとはこういうアルミホイルとかラベルが派手なものってすごく多いと思うんですけど、これを隠すのも結構手間なので、あえてカラフルにすることによってお話にしていても変に浮かないのもメリットかなと思ってます。1人しか入れないような洗面台で、朝は本当に夫と場所取り合いなんですけど、ドライヤーとかをヘアアイロンをしまっておいて使う時に取り出す作業って本当に面倒だし意味がないなと思っているので、そしてこうやって浮かせるようにしてます。これは無印の石膏ボードに取り付けられる、ここに溝があるんですけど、ここに無印のクリップを使ってコードをまとめて、でこのフックでドライヤーをかけてます。ヘアアイロンも同じくこうやってかけてます。ヘアブラシとひげ剃り、歯ブラシなんですけど、これ間違えてマグネットの歯ブラシホルダーを買ってしまって、どうしようかなと思ったんですけど、鉄板を買って、で鉄板をこのサイズに切って養生テープでくっつけてます。これ復旧の時にもしかしたらくっついちゃうかもしれないので、もう剥げちゃったら補修費用を払うしかないかなと思ってるので、これはおすすめできません。下の棚はキッチンと同様にこの配管を避けてくれるラップを使ってます。でゴミ箱を置く場所が長いので扉の裏にくっつけてます。100均でこの後半にもくっつくシールとフックがあったので、それを買ってきてゴミ箱を取り付けてます。これ無印のケースなんですけど、これを使って運動着だとかパジャマ、それから下着、ハンカチとかを小分けにして入れてます。これ結構高い位置にあるんですけど、柔らかい素材なので万が一落ちてきても大丈夫って感じで、とても気に入ってます。でこの棚と洗濯機の間にちょっと空間があるので、これは IKEA で買ったラックですね。これが連結できる仕様になってるので、これを連結してタオルは汚れないように濃いめの色で統一してるんですけど、こっちはバスタオル、こっちはフェイスタオルで、色で一目でどっちのタオルか分かるようにしてます。でこれが靴下を入れてるんですけど、これが仕切りがついていて、そこに靴下をこうやって丸めて入れてます。これも確か無印でした。この幅が狭くて乾燥機付きで買えるのがこのアイリスオーヤマの洗濯機しか買えませんでした。水回りのルームツアーは以上です。ご紹介した商品は概要欄に載せておくので、よかったら見てください。最後まで見てくださってありがとうございました。